日本では1945年8月15日を終戦の日、あるいは終戦記念日として記憶している。この日の正午、昭和天皇による玉音放送が行われ、ポツダム宣言の受諾が初めて国民に伝えられた。多くの人にとってこの瞬間こそが戦争が終わった日であった。しかし日本の降伏が国際的に正式な形で示されたのは1945年9月2日である。東京湾に停泊する戦艦ミズーリの甲板上で日本は降伏文書に署名した。この日をもって日本が大東亜戦争と呼んだ戦争は、アメリカが太平洋戦争と呼んだ戦争は、そして世界で起こった第二次世界大戦は、法的にそして国際的に終結したと認識する国が多く存在する。8月15日、それは日本にとって戦争が終わったと知らされた日。9月2日、それは世界に向けて戦争が終わったと確認された日であった。まだ迎えたのは昭和20年の8月15日。その時は私は愛知県の飛行場の隣の部隊にいました。そして運隊長というか、一番で司令級の司令から、今日12時から重大な放送があるから司令室の前に集まってくれっていう話はで行きました。ラジオギターって昔の。ところがね、スイッチ入れるとザーザーザーって、でもとにかく雑音って何やるのか分かんない。そして確かに声は聞こえましたね。ところがもっと悪いことに、あの人抑揚があるじゃないの、喋り方に。それに日本語でない日本語を喋ってるわけだ。チンというでしょう、まだ。それから忍びがたきを忍びってのはこんなにも歌みたいに洋曲みたいになってるからね、何言ってるか分かんないのよ。それで雑音がザー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 する中で、ところがやっぱり将校連中やっぱりすごいね、ちゃんと聞いてるね。そんな全部聞こえたわけじゃないですよ。ザーザーしてるわけで、終わったら戦争負けたってすぐ言ったね。戦争負けたって。で、私はまだね、その時は何とも何のことか分かんない。で、その日の午後、改めて一番偉い司令から戦争は終わったということは、それこれからどうするかっていうような調子でメールが来るから、伝えるから、その時また集まってくれという話、班長以上にありましたね。一般の人たちはまだ作業をしてはいますんで、次の日になったら具体的な、まず一番最初にやったのは武装解除だ。とにかくこの部隊は解散するという、それで秘密書類、これらについて焼却するから準備してくれという話があって、まず最初何やるかっていうことを言われましたね。で、各班長は自分たちの部下班員について帰る準備をさせろと。旅費はないと。ただし帰宅命令みたいな命令書を出すと。それを電車の中に乗ると見せれば帰れるはずだと。こういう言葉で、それは16日の日で、17日、もう俺は犯人帰ってね、全員に言ったって。戦争はと。うち帰れるから、その準備だけしてくれと。明日になれば、証明書を出すことになってるから、それを持って帰ってくれって。ほんで、17日の日に、また集まったね、班長以上が。で、そこで
それぞれ班の人数分を申請してくれた。復員とかなんとか変えたかどうか分からないけど、とにかく命令しようっていう。で、書かれて、班がついた、そのでかい班が。確か海軍省と書いてあったかどうかは、とにかく大きな班だった。それ、ついてあった紙を、人数分もらってきて、で、皆に渡して、もう、さっき言ったように40代近くの人たちからもう一目散に帰りましたね。その17日のうちに、帰り方はそれぞれね、自分で探して帰ってくる。なぜかというと、愛知県のオラの飛行場は一番近い、とにかく東海道まで出られないんです。東海道に行くまで。刈谷となんとかっていうところが近い。そこまで1里ぐらいあるんです。とにかくそこから乗った方がいい。で、あとその先は、東海道に乗り継ぐなら乗り継いでもいいし、山梨の方に行って、中央線に乗り換えてもいいんだから、ということで、みんなに行って、もう17日に夕方になったら誰もいなくなること言ったね。それから私は清水白への焼却始めて、でいろんなことをやりましたんで、書いたのが20何日ですね。その時もいろんな道を通ったんです。最初は地方線でずっと行って、甲府かなんかからですね、身延線ってのがあるんですよ。富士かなんか東海道に線に出る。そこで海側に出て、そこから東海道で東京まで行って、東京駅に着けば、かつて東京にいましたから、海軍省に。だからあとはもうなんとかね、帰る。日本あったわけで、常磐線と東北線とありましたので、東北線に乗って帰って夜な真っ暗になっとったね。いや、そりゃ私はですよ。私はそれは思いましたね。だってその時だって飛行場は大変なことになってるわけだ。我々も飛行場からかなり離れたところでやっていましたけど、飛行場の話聞くと大変なことなんて、もうとにかく飛行機に爆弾なんない積んでもう一戦かめるべきだっていう人たちがいっぱいいたっちゅうからね、それは大変なことになってきたんじゃないでしょうかね。特にまだ海軍はそれともね、あれだったけど、陸軍なんかやっぱり部隊として組織があるわけだから、一箇所に。そういうところはかなり激しかったんじゃないでしょうかね。逆の腹でひどいことになったな。おふくろはすぐ俺だっての分かったですね。死んだと思って。船が沈んだっての知っていた。